こんにちは。毎年1月は楽器好きにとってもう本当に特別な季節じゃないですか。ええ、そうですね。そう、通称ナム賞の時期です。今回あなたが共有してくれた資料を読ませてもらったんですけど、いやー、正直驚きました。ほう。ただの新製品の見本紙だってずっと思ってたんですよ。でも全然違うんですね。ええ、まあ、その奥は深いんです。しかも2026年はナムの創立125周年で、開催地のカリフォルニア州アナハイムとの提携も50周年っていう、とんでもない節目だとか。はい。まさにダブルアニバーサリーですね。これはもう単に新製品に一喜一憂してるだけじゃもったいないなと。今回の我々のミッションは、このイベントが持つ本当の意義、その歴史と音楽の未来に与える影響のその核心に迫ることかなと。素晴らしいですね。このイベントを理解する上で、非常に重要なのが、ここが単なるビジネスの場ではないっていうことなんです。はここは技術革新が生まれて、音楽教育が推進されて、そして音楽コミュニティ全体の未来が形作られてきた、そういう重要なプラットフォームなんですね。資料を読み解く上で、ぜひ念頭に置いてほしいのが、サークル・オブ・ベネフィッツ、つまり利益の循環という理念です。利益の循環。ええ、これがナムの全てを動かすエンジンになってるんです。なるほど。その話すごく気になりますが、その前に僕が一番驚いたことから聞いてもいいですか？もちろんです。この NAM、正式名称はナショナル・アソシエーション・オブ・ミュージック・マーチャンツ、全米楽器商協会ですよね。てっきり巨大な工業会社か何かだと思ってたら、1901年設立の非営利団体なんですね。そうなんですよ。ちょっと待ってください。あれだけの規模のイベントで得た収益って一体どこへ行ってるんですか？そこが、まさに革新なんです。その非営利っていう点が、先ほど触れたサークル・オブ・ベネフィッツモデルに直結します。はい。これはどういうことかというと、ナム賞で得られた収益は、協会の利益にはならないんですね。ならない。はい。それが全部、楽器業界全体の成長とか、未来のミュージシャンのための音楽教育プログラムの支援、あとは様々な慈善活動に、こうぐるっと回って再投資される、そういうエコシステムになってるんです。へえ。もっとわかりやすく言うなら、楽器が売れることで得た利益を未来の音楽家を育てるための種まきに使ってるっていう構造ですね。種まきですか。ええ、自分たちの業界の未来を自分たち自身で育てる。非常に長期的で健全な視点に基づいています。なるほど。つまり僕らが新しいシンセサイザーに熱狂してそれが売れるとそのお金の一部が巡り巡ってどこかの子供が初めて楽器に触れる機会につながってるかもしれないと。まさにそういうことです。いやー、そう考えるとイベントの見方が根底から変わりますね。ええ。その種まきをするっていう考え方自体がすごく長期的ですよね。そういう視点ってきっと創立当初からあったんでしょうか？素晴らしい問いですね。始まりは1901年。最初はたった52人のピアノ業者による業界の健全化を目指す小さな組合でした。52人だけ？ええ、目的も不当な広告とか価格競争を防ぐっていう非常に現実的なものだったようです。ピアノ業者だけだったんですね。今とは全然違いますね。ええ、しかしここに歴史的な転換点が訪れます。1919年頃、アメリカでジャズとかマーチングバンドが爆発的に普及し始めるんです。ああ、なるほど。当然、ピアノ以外の管楽器とか打楽器の需要が一気に高まった。そこで、協会もピアノ以外の楽器を幅広く扱うようになって、名称を現在のナショナル・アソシエーション・オブ・ミュージック・マーチャンツ、つまり NAMM へと改称したんです。時代に合わせて変化していったわけですね。そうなんです。その後も世界恐慌とか第二次世界大戦といった社会の大きなうねりを乗り越えてですね、戦後はセミナー形式のイベントなんかを経て徐々に規模を拡大します。そして1979年、ついに現在の付与の拠点であるカリフォルニア州アナハイムに場所を定めて、今日我々が知る巨大イベントの形が定着したわけです。ピアノ業者たちの小さな集まりから世界中の音楽関係者が集まる一大イベントへ。アナハイムに拠点を定めたのが1979年。ということはそのすぐ後じゃないですか。資料のこの部分、1983年にとんでもないことが起きてるんですが。その通りです。電子楽器の歴史を永遠に変えたまさに事件がそこで起こりました。ですよね。ミディ企画の誕生。ええ。
当時の状況を想像すると本当に革命的だったんだろうなと。各メーカーが独自の規格で電子楽器を作ってたから、例えばローランドのシンセとヤマハのシーケンサーをつなぐなんてもう不可能だった。そうなんです。資料ではこれをバベルの塔と表現してますけど、まさに言葉が通じない楽器たちが溢れてたわけですね。そこに現れたのがアメリカのシーケンシャルサーキット社を率いるデイブ・スミスと日本のローランド創業者である架橋育太郎氏です。はい。ここで興味深いのはこの2人が国境の壁も、そして本来はライバルであるはずの企業間の壁をも越えて協力したっていう点なんです。ライバル同士が手を組んだと。音楽の未来のためには楽器同士がコミュニケーションできる統一言語が必要だっていう共通のビジョンを持っていたんですね。熱い展開ですね。そして迎えた1983年の冬の南務省。歴史が動きます。会場の比較でプロフェット600とジュピター6というまさにライバル機同士がたった一本の5ピンケーブルで接続されました。はいはい。そして片方のプロフェット600の鍵盤を叩くと、なんと隣にあるジュピター6が完璧に同じメロディーを奏でたんです。うわー、その場にいたら絶対に鳥肌が立ちますね。言葉が通じなかった者同士が初めて会話した瞬間じゃないですか。まさにその場にいた人々の衝撃は計り知れないでしょうね。この MIDI という共通言語の誕生がなければ、後の DTM、デスクトップミュージックとか、今では当たり前になったホームレコーディングの文化は全く違う形になっていたか、あるいは存在しなかったかもしれない。すべての基礎がこの1983年のナムで築かれたんです。そう考えるとナムはただの発表会じゃなくてまさに革命の地だったんですね。その通りです。でも面白いのは、そういう真面目な技術革新がすぐにアーティストたちの遊び心につながるところ。ジャズオルガン協賛社のドクター・ロニー・スミスのミディ敬遠の伝説。これ最高ですよね。あれはいい逸話ですね。技術と感性が交差する場所だからこそ生まれるエピソードです。メディ機能を仕込んだ杖を持って他の人がハモンドオルガンをいじっている最中にそっとその人の足に杖で触れて裏で音を操るっていういたずらをしていたとか。最新技術をそんな風に使うなんてまさに天才の遊び心。こういうエピソードが生まれるのもナムならではな空気感なんでしょうね。全くです。そしてもちろんその技術自体も進化を止めません。1983年のミディ 1.0 から長い時を経て2019年にはより多くの情報をしかも双方向でやり取りできるミディ 2.0 が発表されました。ミディも進化してるんですね。これにより演奏のニュアンスの表現力が格段に向上したんです。さらに2020年代に入ると技術のトレンドは AI、つまり人工知能とか機械学習の活用へとシフトします。はい。その象徴的な例が資料にも挙げられているニューラル DSP 社のクワッドコーテックスのようなデジタルモデリング技術ですね。ありますね。これは実在する伝説的なギターアンプの音響特性を AI に学習させて極めて高い精度で再現する技術です。正直そこまで再現度が高いとオリジナルのヴィンテージアンプの価値ってどうなっちゃうんだろうって少し心配にもなりますね。それは非常に重要な視点です。確かに一部ではその価値が相対的に変わる可能性も指摘されています。やっぱり。しかし同時にこの技術によってかつては一部のプロしか手にできなかったサウンドが誰でも手軽に使えるようになった。これは音楽制作の民主化とも言えます。なるほど。本物か模倣かという議論からそのサウンドを使ってどんな新しい音楽を生み出すかという、創造性の議論へと焦点が移ってきてるんですね。なるほど。技術が創造性のハードルを下げているわけか。ミディから AI へと常に技術革新の中心にいたナムですが、その流れでいくとこの先の未来、特に記念すべき2026年はどうなるのかますます気になりますよね。すでに確定している情報だけでも125周年を祝うにふさわしいオールスターキャストが揃っています。見ていきましょうか。まずその革新的なサウンドメイキングを称賛なれ、スマッシングパンプキンズのビリー・コーガンがテックイノベーションアワードを受賞。はい。そしてバスマガジンアワーズにはグリーンデーのマイク・ダーンとプライマスのレス・クレイプール、そしてマーカス・ミラーというもうレジェンドしかいないベーシストたちが集結する。すごいメンバーですよね。さらに音楽教育を推進するグランドラリー・フォー・ミュージック・エデュケーションにはレッド・ホット・チリ・ペッパーズのチャド・スミスとベースの神様ビクター・ウッテンが登壇って豪華すぎませんか？まさに祭典ですね。そしてこうした公式発表と並行して
ファンとか業界関係者の間で囁かれている噂や予測も非常に興味深いものがあります。来ましたね。噂話大好きです。まず、電子楽器メーカーの動向ですが、2024年にマイクロ工具2などで成功を収めて工具がさらなる過去の名機の復刻やアップデート、いわゆる MK2 戦略を投入してくるんじゃないかと。ありそうですね。また、ギターエフェクターの世界では、Line6 の HX シリーズから超小型の HX ミニとかストライモンがディレイも名機タイムラインの次世代機タイムライン MX を発表するのではといった予測が飛び交ってますね。うわー、その噂、どれも実現したら大変なことになりますね。財布が軽くなりそうだ。そしてより大きな技術のパラダイムシフトも予測されています。それが AI から AC へという流れです。 AC ですか？はい。アーティフィシャルクリエイティビティ、つまり人工的創造性です。人工的創造性。ええ。これは AI が単なる模倣ツールから人間の脳データを学習して人間と競争する存在へとシフトするという考え方です。競争。資料にある比喩が秀逸なんですが、既存のパターンを真似るだけのオウムから人間の感性に寄り添い一緒に曲を書いてくれる新しいバンドメンバーへの進化と表現されています。新しいバンドメンバー。それはまたすごい表現ですね。もはや道具ではなくパートナーになると。そういうことです。それはワクワクする反面、少し怖さも感じますね。まさに未知の領域です。2026年のナムはこの大きな転換点になるかもしれないと言われています。さらに主要なセッションテーマには量子コンピューティングも設定されていて、リアルタイムの信号処理に革命が起きる可能性も示唆されています。いやー、こうして見てくると、ナム賞が125年の歴史をただ祝うだけじゃなくて、常に次の100年の音楽の扉を開こうとしてきた場所だっていうのがよくわかりますね。本当に。ピアノ業者の小さな集まりがミディを生んで AI の進化を見届けて、今は人工的創造性や量子コンピューティングの時代を迎えようとしている。どれだけデジタル化が進んでオンラインで情報が手に入るようになっても、ナムが信じ続けているのは物理的なショーでの対面でのつながりと、実際に楽器に触れる体験の重要性なんですね。そうですね。きっとそこからしか生まれない化学反応があるんでしょう。次にあなたが新製品のニュースを見るときは、そのピカピカの機材の背後にある125年分の歴史と音楽を未来へつなごうとする人々の情熱を少しだけ想像してみてほしいです。結局全てはつながってるんです。では最後にあなたに一つ考えるための問いを投げかけたいと思います。はい。これからの音楽制作において、先ほど話に出た人工的創造性はあなたの想像力を拡張してくれる頼もしいパートナーになるでしょうか？それとも私たち人間のオリジナリティを脅かす存在になるでしょうか？もしあなたが新しい曲を作るとしたら、その新しいバンドメンバーとどのように協力しますか？